空を飛んでいた生き物が海に落ち、それを海の生き物が食べる。そして食べた側がさらに大きな生き物に噛まれる。三段重ねの食べる食べられるの関係です。普通、こういう関係は骨からはわかりません。化石に残るのは体の形であって、その日その動物が何をしたかではないからです。ところが、2026年の7月、それらが丸ごと一体の化石に閉じ込められていたという報告が出ました。舞台はオーストラリアです。クイーンズランド州のリッチモンドという小さな町の近く。今は赤茶けた乾いた大地ですが、およそ1億年前、ここは海の底でした。掘り出されたのは全長6メートルから7メートルほどの魚竜です。その胃の中身から翼竜の骨が見つかり、骨格の外側にはもっと大きな捕食者に噛まれた跡が残っていました。今日はこの一体が語る話を順番にたどります。その前に今日の主役を紹介させてください。出てくるのは3種類です。翼竜、魚竜、そしてプリオサウルス。名前だけ聞いても姿が浮かびにくいかもしれません。どんな体つきで、どんな風に暮らしていたのか。そこを先に押さえておくと、後の話がぐっとわかりやすくなります。順番に見ていきましょう。まず、翼竜、空を飛ぶ爬虫類です。前足の指の一本が極端に長く伸びていて、そこから体へ張られた皮膜をそのまま翼にしていました。鳥の翼が細かな羽の集まりでできているのに対して、こちらは一枚の膜です。大きな種では、翼を広げた幅が10メートルに達したと見られています。今日の話に出てくるのは、口の先に歯が並ぶ、海の上をよく飛んでいた仲間です。次に、魚竜です。イルカによく似た流線形の体を持ち、4枚のヒレで泳ぎ、一生を海で過ごした爬虫類です。卵ではなく、水の中で子供を産んでいました。そして、プリオサウルス。首長竜の一族のうち、首が短く、頭の大きいグループを指します。樽型の胴に、4枚の大きなヒレ。この海の頂点に立っていた狩り手です。翼竜は空から、魚竜とプリオサウルスは海から。今日の話は、この3つのグループが交わるところで起きます。1億年前のオーストラリアは、今の姿とは随分違います。大陸の真ん中に、浅い海が深く入り込んでいました。エロマンガ海と呼ばれるこの内海は、一番広がった頃、大陸のおよそ3分の1を覆っていたと考えられています。今のクイーンズランド内陸の赤い土と低い草しかない風景からは、なかなか想像しにくい話です。その海は生き物で賑わっていました。渦巻きの形をしたアンモナイト、イカに近いベレムナイト、二枚貝や巻き貝、1メートルを超える大型の魚も泳いでいました。ウミガメがいて、首の長い首長竜がいて、水の中ほどには魚竜がいる。そして海面のすぐ上を翼竜が滑るように飛んでいたのです。浅く、暖かく、獲物の多い海でした。化石は体の作りについてはよく語ってくれます。骨の形、歯の並び、体の大きさ。けれども、その動物が実際に何を食べ、どんな風に暮らしていたかとなると、話は急に難しくなります。行動そのものは骨には残らないからです。だからこそ、胃の中身や噛み跡といった直接の証拠は、極めて珍しく、そして貴重なものになります。
話は2019年の8月に遡ります。リッチモンドの町の外れには、許可を取れば誰でも化石を探せる場所があります。フォシッキングと呼ばれるオーストラリアの制度です。宝石や鉱物、そして一部の化石を自分の手で掘っていい。その日そこにいたのは、趣味で化石を探している2組の夫婦でした。フリーマン夫妻とフルーウェリング夫妻です。4人は地面から顔を出した大きな骨をいくつも見つけました。そして掘り出したそれを地元の博物館に寄贈します。クロノサウルスコーナーというこの町の海の爬虫類を集めた博物館です。届いた骨は正体がわからないまま、スタッフの間で骨の袋という愛称で呼ばれるようになりました。頭文字を取ってボブです。それから3年、この博物館の学芸員だったケビン・ピーターセンさんがあの現場にもう一度足を運びます。まだ何か残っているのではないかという勘でした。掘り進めてみると残りの骨格が地中から出てきます。それも想像していたよりずっと大きなものでした。発掘の後は8メートル近くに広がりました。骨は生きていた時の並びをある程度保ったままあちこちに散らばっています。運び出した後、周りの岩を落として骨を露出させる作業には600時間以上が費やされました。その多くはボランティアの手によるものです。そうして姿を現したのはプラティプテリギウス・アウストラリスという魚竜の大人の個体でした。全長はおよそ6メートルから7メートル。オーストラリアのこの時代を代表する魚竜で、種そのものは決して珍しくありません。それでも、この一体は最初から様子が違っていました。研究を率いたのは、ニューイングランド大学のマット・ホワイトさんです。ホワイトさんが驚いたのは、体の大きさだけではありませんでした。骨格がひどく壊されていたのです。その傷の話は後半でゆっくり見ていきます。まずは頭の後ろに残っていたあるものから始めましょう。発掘の時、頭骨のすぐ後ろから密度の高い丸い石の塊がいくつも出てきました。周りの泥岩よりも硬くずっしりと重い。こういう塊は生き物の体の一部が核になり、そこへ周りの成分が集まって固まったものであることがあります。研究チームはこれが胃の中身ではないかと考えました。ただ確かめるには中を見なければなりません。一番手っ取り早いのは割って開けることです。しかしそれをやってしまうと、中に入っているかもしれない小さく壊れやすい骨まで一緒に砕いてしまう恐れがあります。歯や骨のかけらは数ミリしかないこともあります。一度壊した化石は二度と元には戻りません。そこで研究チームは別の方法を選びました。オーストラリアの原子力科学技術機構の研究者、ジョセフ・ベビットさんと手を組み、中性子という粒を使って石を割らずに中身を撮影することにしたのです。ベビットさんはこうした装置で化石を調べることを専門にしている人です。中性子を使った撮影は病院のレントゲンとは得意分野が違います。レントゲンで使う X 線は密度の高いものほどよく止まります。一方、中性子は金属のような重いものをすり抜けやすく、代わりに水素を多く含むものでよく散らばります。おかげで X 線では岩と見分けがつかない中身も浮かび上がってくることがあります。
使われた装置にはディンゴという名前がついています。原子炉から取り出した中性子を細く絞って標本に当て、少しずつ角度を変えながら何百枚もの透過画像を撮っていく。それを計算機の中で組み直すと、石の内側の立体的な姿が現れます。標本には一切刃物を入れません。そうして画面に浮かび上がった中身は、はじめのうちごく普通の献立でした。魚の骨のかけら、貝殻の破片、そしてベレムナイトの矢尻のように尖った芯。ベレムナイトはイカに近い仲間で、この時代の海にはいくらでもいた生き物です。魚竜の食事としては順当な顔ぶれと言えます。ところが、その中に明らかに毛色の違うものが2つ混じっていました。翼竜の骨です。しかも片方は下顎の一部でした。海を泳ぐ生き物の胃の中に空を飛ぶ生き物の顎が入っている。魚竜が翼竜を食べていたという証拠が見つかったのは、世界でこれが初めてのことです。研究チームは、この下顎のかけらをこれまでに見つかっている翼竜の標本と比べました。すると、オルニトケイルス類というグループに入る、まだ正式な名前のついていない種の標本とほとんど一致したそうです。この海の上には何種類もの翼竜が飛んでいました。そのうちの一つということになります。ここで一つ確かめておきたいことがあります。この丸い石は本当に胃の中身なのかということです。魚竜の体が海底でバラバラになった時、たまたま近くに落ちていた骨が後から一緒に固まっただけかもしれません。それでは証拠になりません。研究チームはそうではないと考える理由をいくつか挙げています。まず、場所です。塊は頭骨のすぐ後ろ、ちょうど消化管があったはずの位置に集まっていました。次に、中身の幅広さ。魚と貝と頭足類と翼竜が一塊の中に同居しています。そして、中に入っていたベレムナイトの向きです。細長い芯が塊に対して垂直に並んでいました。この3つを合わせて、研究チームはこれを飲み込まれたものの名残と見ています。では、この魚竜は飛んでいる翼竜を襲ったのでしょうか？実は、そこはわかりません。考えられる筋書きは2つあります。1つは、魚を捕まえようとして海面近くまで降りた翼竜を下から待ち構えていた魚竜がくわえたというもの。翼竜にとって水面は食事の場であると同時に危ない場所でもありました。もう一つはもっと地味な筋書きです。すでに死んで海面に浮かんでいた翼竜の体を通りかかった魚竜が食べただけというもの。骨のかけらからはそのどちらだったのかを見分ける手立てが今のところありません。ですからこの化石が示しているのはあくまで魚竜の胃に翼竜が入っていたという事実までです。イギリスレスター大学のデイビッド・アーウィンさんは今回の研究には加わっていない立場から後者に近い見方を示しています。この魚竜の胃の中身はそれにしても幅が広い。襟好みをしない海の掃除屋として死んだもの、弱ったもの、腐りかけたものを次々に飲み込んでいたのではないかというのです。その見方には下地があります。2003年、同じオーストラリアで体内に子供を宿した魚竜の化石から生まれたばかりのウミガメと原始的な鳥の骨が見つかっているのです。魚竜はイカばかり食べていたという古い見方はその頃から揺らいでいました。
今回の翼竜は、その献立にもう一品を加えたことになります。さて、ここからが後半です。この魚竜自身に何が起きたのか。骨格にはただごとではない壊れ方が残っていました。背骨がいくつも縦に割れた片方が見当たらない。あばら骨が何本も欠けている。そして、あちこちの骨に大きく潰すような噛み跡がついていました。中でも決め手になったのが、ある一つの背骨です。折れた縁のところに、あばら骨が一本、押し込まれるように挟まっていました。死んだ後に泥の中で潰れただけなら、こういう入り方はしにくい。ホワイトさんは、何者かが口の中でこの体を噛み砕いた後だと見ています。骨の散らばり方も、それを裏付けます。もともと一つながりだった体が10メートル以上にわたってばらまかれていました。この魚竜は、死んだ後、そのまま静かに海底へ沈んだのではありません。どこかの段階で、大きな口に体を引き裂かれています。ちなみに頭骨が割れているのは別の理由で、海底に落ちた時の衝撃と見られています。では誰の口か。研究チームが挙げた名前は、クロノサウルス・クイーンズランディクスです。この海の頂点に立っていた大型のプリオサウルスで、全長は9メートルから10メートルほど。頭だけで2メートルを超え、歯は根元まで含めれば30センチに達します。矢のような縁を持たない、太くて先の尖った歯。切るのではなく、砕くための歯です。ただし、ここは慎重に受け取る必要があります。噛み跡の主が特定されたわけではありません。わかっているのは、これほどの傷をつけられる大きくて丈夫な歯を持つ生き物が、この時代のこの海には他に知られていないということです。犯人が名指しされたのではなく、容疑者が一種しか残らなかったという言い方の方が近いでしょう。そもそもプリオサウルスの噛み跡そのものがこれまで数えるほどしか報告されていません。もう一点。このプリオサウルスが生きている魚竜を襲ったのか、それとも死体を食べたのかも、やはりわかりません。翼竜の時と全く同じ問題です。翼竜が魚竜の胃に入り、その魚竜がプリオサウルスの口に入った。この順番そのものは化石にはっきり残っています。けれども、そこに2回の狩りがあったのかどうかまでは、骨は答えてくれません。それでも、この一体が特別であることは変わりません。骨は、体の形なら何千万年でも語ってくれます。けれども、ある日、ある一頭が何を食べ、誰に食べられたのかを、これほどはっきり見せてくれることは、めったにありません。趣味の化石探しから始まり、学芸員のもう一度という気持ちを経て、原子炉の中性子が1億年前の一日を照らし出しました。この動画が良かったらチャンネル登録お願いします。